Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai Meshtabishalan 3 stars no o Misare Part 216 des。年間1000件以上食べまくり旅をする北海道の中年夫婦が今までに食べた日本の美味しかったお気に入りのお店を5回にわたって紹介してまいりましたが、今回はその最終回、特にウルトラお気に入りのお店16軒をちゃちゃっとまとめてみました。それでは早速Let's get it started. 1. Tsukuba Niboshi Chukasoba Ichikawa。日本トップクラスの煮干し中華そばの中でも特にうちのおじさんが絶賛する中華そば屋さん。そうなんです。びっくりしましたね。こんなに美味しいラーメンがあるんだ。何やらいろんな賞を受賞されていますこちらのお店ですが、なんと看板らしきはこれしかありません。わかりづら。何やらレビューを見てるといろいろルールがややこしいみたいね。そうなんだ。いろいろわからないことだらけなんだけどね。なんか質問したら怒られそうな緊迫した雰囲気でさ、横目で周りの兄さんたちの見よう見まねでなんとか食べました。すっごい行列だからもたもたしてたらって思われそうだもんね。そうなんだよ。ラーメン以外の撮影は NG とのことなので、絵面がおいちゃんの汚い食べっぷり一辺倒で片付けのうございますが、一口飲むと煮干しのビターな旨味がガツンと効いてて結構強めのテイストなんだけど、気品すら感じる不思議ラーメン。こりゃあうまい。濃い味なのに上品なんだ。不思議ねえ、久々に衝撃的な美味しさの食べ物に出会いましたわ。そんなに？だけれども、替え玉ならぬあえ玉追加料金200円で食すあえそばってのがあってね、むしろこっちのあえそばにぞっこんなんですわ。最初のラーメンを半分ぐらい食べ終わった時に握りしめてた200円を先払いしてあえ玉を注文するんだけど、そうするってともう一つラーメンが来てね。ってことは2皿ラーメン食べるっちゅうことになるわけ？そうなんです。何やらあえ玉っていうのは結構関東ではあっていろんなパターンがあるらしいんだけど、そのまま食べたり煮干しそばのスープでつけ麺風に食べたり、お酢をかけて食べたり、生卵につけてすき焼き風に食べたりとかね。だけどおのぼりさん状態だったもんだから全然トライできなかったんです。とりあえず混ぜ混ぜした食べただけでめちゃめちゃうまくって、いやこれ全然これだけでうまいんですけどって感じ。パスタのような小麦の味がしっかりする感じの麺がべらぼうに美味しいんだ。何？全く想像つかない。忙しいね、いろいろ。そうなんだ。こういうの北海道に全然ないタイプでしょ。ただ言えることは唯一無二の名人級に美味しいラーメンってこと。素晴らしい感動級の一杯でございました。ぜひ今年も伺おうと企んでおります。私も。 2. Kagoshima Mek A Mon。鹿児島で出会ったローカルチェーン回転寿司。土平日から大繁盛大行列でございます。なんと1時間待ち。すごいよね。期待が高まっちゃいました。入った瞬間、あ、寿司が回ってるってね。そうそう、回ってる回転寿司久しぶりに見てテンションマックスです。どれも美味しそうで見るからに鮮度がいい。盛り付けのセンスも素晴らしかったですね。ついつい回ってるのをあれもこれもと取りたくなってしまう。確かにマジでびっくりした。見たことない地元の魚もあったりで、もっといろいろ食べたかったよね。そうなんだよ。ここは全国的に見てもかなりレベルの高い回転寿司屋さんだと思いました。食べログ 3.6 オーバーの回転寿司は全国でここと花丸さん、佐渡弁慶さん、塩釜港と、ミスタービーズ推奨回転寿司ばっかりじゃねえ。北陸強いね。行ったことない寿司何軒かあるね、ベスト10。金沢、富山、米子、松江、福井。楽しみだねこりゃ。日本海側ばっかり。あ、そうだね。なんと回転寿司日本一は新潟の佐渡弁慶だ。飯旅推しの回転寿司やる。2位は花丸さんだ。4位が塩釜港。ほんとだ。飯旅ーズいいとこ抑えてんじゃん。自画自賛。やっぱそうなんだね。で、ここメッケモンは現在日本第10位でございます。それでもすごいね。もう上位の寿司屋なんてみんな美味しいよね。ネタもシャリも最高なとこばっかりだ。特に
軍艦系が美味しい楽しい。ここはメッケモンね。そうだね。3. Sapporo Ono Buono 札幌はハッサムにございます。大野ボーノさん。飯旅ではしつこいわって言われるぐらい登場するグルメストリート銀杏通りにございます。はい、なんとハッサムのピッツァが飯旅シュラン最終回ですよ。すごくないですか？それはすごいのか？そんなにピザは方々で食べてるってほどじゃないからな、私たち。確かにね、北海道のは大概食べてるけど、日本じゃまだまだかな。探せば美味しいのいっぱいあるのかもしれないけれども、今まで食べた中ではおいちゃん一番好きなの。ここの生地は独特なふわっともっちり食感で、フレッシュ爽やかなトマトソースがいいんだよ。確かに定番のマルゲリータもふわもっちりで美味しいんだけど、こちらの一押しという生ハムと野菜サラダっちゅうのが超ボーノなの。久々に感動の食べ物に出会いました。これってイタリアンの食べ方なのかしら、大野ボーノな食べ方なのかしら、ちょっとわかんないけど、とにかく美味しいのね。予想の遥か上を行く美味しさにびっくりでしたわ。改めてここのピッツァはスペシャルですね。野菜がバックバックと大量摂取できるのはいいね。野菜の産地が事細かに表示されててこだわりを感じるね。フレッシュ野菜が安心安全の大野ボーノさん、皆さんが通うのも納得です。だ。4. Tokyo Tomato 1982年創業、荻窪にありますトマトさん。日本最高峰のカレーってどんなんと興味津々でしたの。おいちゃんがトマトさんに出会ったのがかれこれ20年前くらいかな。かなりここはハードルが高いお店なんでね、まだ4回ぐらいしか食べれたことないんですけど、美味しいでしょ？はい。36種類のスパイスやフォンドボーのコクを感じるもビターでスパイシー、滑らかな食感の欧風カレー、アチャールもまた美味しい。これが日本トップのカレーなのですね。そうなんだよ。トマトさんはストロガノフもむちゃむちゃ美味しいらしいんだけどね。食べてみたいんだけど。わかる。ただ食べるためには最低1時間半前には並ばねばならないという。はい。まあここ席数も少ないんでハードルが高くなる一方なんですよね。ねえ、次来るときは椅子持ってこようっと。こたつ持ってく？めっちゃ SNS ざわつきそう。バズっちゃうかもよ。やめて。5. Kobe Pan Yakidakolo Ricky 平日でもオープン前から大行列。インスタグラムフォロワー 3.6 万人の大人気ベーカリーでございます。いやいや、こんなにパンで並ぶかねって人気ラーメン店のような並びよ。がしかし並んでいるのはほとんどレディやギャルたちだ。ラーメン屋の並びとは景色が全然違う。そりゃそうでしょう。なんか並んでんのが全然苦にならない。変態。こちらのパン屋さんはアナログ 3.7 オーバーでございます。ちなみに北海道には存在しませんよ、 3.7 オーバーのパン屋さんは。そうなんだ。美味しいパン屋さん結構あるんだけどな。そんなに並ぶほどと半信半疑で食べてみたんですけれどもね。したっけ？ねえ、飛びましたね。飛んだ。今まで知らない食感のパンたち。これはすごいと思いました。味だけじゃなくていろいろすごいパン屋さんでした。詳しくはこちらの動画でも褒めちぎっておりますから、よかったらチェックしてみてみて。とにかくデニッシュ生地のサクサク感が秀逸でした。はい。カスタードクリームも天才的。絶妙な甘みで本当にほっぺが落ちちゃいました。ああ、それは年齢によるものかと。違う。でもほんとこのパンはすんごいっす。日本中のパン結構食べ歩いてるけど抜きん出てる感ありますね。特にデニッシュ生地ナンバーワンですね。さすが神戸っす。クロワッサンはサクパリすぎて一口食べたら半分ぐらい飛んでっちゃいそうな勢いでしたからね。そうそう、めっちゃ地面汚して食べてたね。いや、汚れるでしょう。ティラミスも最高だったな。すんごいパン屋さんが神戸にありました。はい。6. Beppu Kagetsu 去年は餃子もかなり食べ散らかしましたね。それこそアナログ日本一の餃子から手当たり次第美味しいとされてる餃子はかなりやっつけまくった飯旅ーズ。はい、
宇都宮はもちろん大阪、浜松、四国、九州とね。でもってミスタービーズ一番のお気に入り餃子がなんと満場一致でこちらだったんです。別府満場一致っつっても2人だけどね。だやっぱり私たちが好きなのはこういう一口タイプの餃子ねえ、2個食い3個食いいけちゃうタイプ。なんと餃子600円とビール600円のみというシンプルなメニューの餃子専門店。下台ってメニュー表示が独特のお店ね。それこそなんぼでも食べれちゃいそうな餃子。まあ他にも高知にも浜松にも宇都宮にも美味しいのいっぱいあるけどねえ、美味しいの見つけたらまたお知らせします。皆さんもこれはという美味しいものがあったら教えてくださいませ。お願いします。 7. ニューヨーク Nagasaki Inasayama Onsen Fuku no Yu。 2008年にオープンした稲佐山温泉福の湯は西日本で最大級の広さの温浴施設。夜景の名所稲佐山の標高は333メートルと東京タワーと同じ。その稲佐山の中腹から長崎市内を一望できちゃう露天風呂があるんですね。最高か。サウナも充実。広くてドライ、ミスト、塩の3タイプ。何時間でも入れちゃう。そうそう、サウナ後の外気浴スペースも半端ない。リラックスチェアの数がやばい。40人分もある。正月なので激混みだったんだけど空きシートが余裕でありましたね。混雑してても安心して整いまくりです。はい、長崎駅から無料シャトルバスも出てるので車がなくても大丈夫のようですね。長崎ではさほど美味しいものをまだ見つけられていないメシ旅ーズ。ここはでも寄りたい場所だね。そうね、長崎のメインディッシュはここね。だ。 8. Fukuoka Bills。オーストラリア・シドニー発ハリウッドセレブに愛されているという私たちが一番好きなパンケーキのお店で、パンケーキ屋さんじゃないのよね。いろんな食事があるの。そしてどれを食べても美味しい。シンプルで独創的なメニューの数々をカジュアルに味わうことができます。はい、ビルズです。今更感はあると思うんですが、しかもなぜに福岡ってお思いでしょうが、ビルズさんは大阪店以外は全制覇した中で一番のお気に入りが福岡ってことよね。そうなんです。ロケーションからお店の作り、キッチンの見え方、どれをとっても素晴らしいレストランかと思います。素敵よね。川面に浮かぶ船のようなお店がかわいい。自然に囲まれてこんな素敵なお料理がいただけるのはミスタービーズ大好きなパテーンなのです。だ。2002年にニューヨークタイムズ紙が世界一の朝食と称し、同時に海外メディアが絶賛したのがビルズブレイクの始まりなんだそうです。でもこのニューヨークタイムズ紙が世界一の朝食と称したのはパンケーキじゃないんだよね。そうなの？だのさ、スクランブルエッグなんだ。完全にリコッタパンケーキが世界一の朝食なんだと思ってたね。誤解されがちなんだけど、そういうことなんです。どっちもめちゃくちゃ美味しいけどね。だ。でも高くなっちゃったね。悲しいね。リコッタパンケーキ2000円になっちゃったもんな。だけども価値あるよね。だ。 9. Motobu Captain Kangaroo。2020年オープンの新しいお店ながらここ 1,2 年で一気に高い評価を得ているこちらのお店。2022年ハンバーガー100名店に選出されています。そんな新しいんだ。そうなの。なのにこの知名度ってすごいね。よね。てか本家は大阪なんだよね。そうなの？ねえ、てっきりヤンバルさんかと思ってた。ねえ、ヤンバルやるってね。ハンバーガーってどっか適当なワイルドな料理だと思ってたけど、こんな繊細に美味しくできるんだと感動したのを思い出します。そうね。バンズはしっかりと焼かれていて、かじるとカリッザクッとした食感、そしていい香りがほわーんと。アメリカンビーフのパティはかなり肉々しいもヤンバルピクルスのソースの酸味が爽やか。このソースはとにかくうまくてパティとの相性がいい。野菜もシャキッとしていてボリュームたっぷり。このハンバーガーは美味しいでしょう。ただ遠いのよね。遠いね。北海道から直行便ないからね。前回は福岡から飛んだんだっけ。そう。
さらに那覇から車で1時間半ぐらいかかるかな。そうなの。まるで遠距離恋愛ね。超遠距離だね。 10. Osaka Today's katsu curry. Hakugan Tei. カツカレーチェイサー、うちのバッポおじさんが愛してやまない大阪の名カレーね。はい。飯旅では何度も特にカツカレー特集でご紹介しておりますが、私の勝手に独断と偏見で現在のところ日本三大カレーの一角でございますこちらのカレー、辛口専門店ではございます。辛さはさほどでもないと思うんですけれどもね。まあその辺も個人差があるのでね、一概には申せませんが、大阪らしい甘辛のカレーね、フルーティーな甘さが独特なの。福神漬けと玉ねぎのピクルスがあるのはいいね。おいちゃんは当然カツカレーしか食ったことないんだけれども、どうやらほうれん草カレーに卵トッピングってのが人気みたいですね。辛いのが苦手な方はこの卵を乗せるといいかも。で、辛いの苦手な人普通カレー食わんでしょ。そっか。なんか今は本店の行列がやばいらしいんで、こっちの方がハードル低いみたい。昼はどちらも行列だけど、夜は特にこっち入りやすいんじゃないかな。あれ、今夜営業してないんだ。あちゃー、そりゃ行列やばそうねね。食べれるかな。食べるでしょう絶対に。11. Fukuoka Wonagi Yoshizuka. 創業明治6年、タモさんが日本一って言ったという先入観もあるかもだけど、このうなぎはマジで美味しい。そうね、あたいの方がいろんなところでうなぎ食べてるけど、ここは 1,2 を争うのは間違いない。値上げしちゃったけど、それでも上うな丼2860円でしょ。ここのうな丼の味知っちゃうとなかなか他の食べようとは思わなくってね。いや、わかるわそれ。だって北海道で美味しいの食べよう思ったら 4,5,000 円するもんね。うなぎってそうしょっちゅうは食べないけど、たまに食べたくなるんだよね。そうね。ここくらいのお値段だったら結構気軽に行けるのにね。そうだよ、うなりたいね。うなりたい。12. Yokohama Yuji Ajiki. チョプチューンの審査員としてテレビでおなじみシェフユージ・アジキさんのパティスリー、テレビでちらっと見たことあるけど実際のところどうなのってことで飯旅ーズ見参。さすがは並びが出るほどの人気店ですね。ちょっと調べさせていただいたらね、やはりただものではなかったね。なんとマンダリンナポレオンコンクール日本人初優勝は富澤ね。富澤サンドイッチマンのだってじゃない。おお、そういうことかい。やるじゃねえか。その後フランスに渡り修行を重ね、一山城国立製菓学校で本場の洋菓子を学ぶという。フランスには国立菓子学校があるのか。さすがですな。はい。っていうか、うんちくかんちくどうしたこうした経歴がどうのこうのってのより食べてびっくりよね。一口でって声出たね。違う。体験したことのない食感とフレーバーの応酬でございましたね。サクサクの食感と表面のフランボワーズの爽やかさとチョコレートのねっとりした甘みが素晴らしいコンビネーションでゴージャス。東京でアナログ江東区店のお店結構っての続いてたから嬉しかったですね。完全のクワッドっす。美味しい。知らない味のオンパレード。豆でケーキって何？ねえ。スイーツの知られざる世界見せていただきました。ショーケースの片っ端からいただいてみたい気持ち満々でございます。山々、さすが富澤ね。伊達じゃない。30. Abashiri Udon next. 道東に来ると至る所にこういう景色があってテンションが上がるんでございます。観光地の絶景展望台よりこういう何気ない景色に癒される飯旅ーズね。網走市街地から少し離れた天斗山のふもとに美味しいうどん屋さんがありました。初めて讃岐うどんを食べた時の衝撃をお客様にも感じてほしいと試行錯誤を重ねて作り上げたという讃岐うどんベースの自家製麺。そうなんです。うどん屋さんはいくつもあれどうどんネクストはここだけなんですね。タレコミくれた視聴者さんありがとうございます。
はい、これです。美しい。見とれちゃって食べるのがもったいなかったわ。ね。一口目から感動。久しぶりだ、この弾力、この硬さ。思わずにまりしちゃいましたね。はいはい、我々も去年本場香川で讃岐うどん食べて感動したから、これなりましたね。ね、そしてなんとも美しいじゃござんせんか。つるもちって感じがたまらない。カルボナーラはたらこが明太子じゃないからなのか、しょっぱくないし生臭さもゼロ。これ混ぜる前からめっちゃ美味しかったんですよね。混ぜてもマーベラスだけど、料理人としての力量っていうか味覚がすごい人の料理だなぁ思いました。そしてじゃじゃ麺も。そうそう、なぜにか盛岡名物のじゃじゃ麺もあるんだよね。しかもチータンまで。幸せは。はい、ここのうどんは美味しいです。今年はじゃじゃ麺&しめスープのチータンもいただきに網走ろうかと思います。網走に楽しみが見つかって嬉しいです。はい。14. Oshu Ryuen. 今や世界の大スター、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が生まれ育った町、奥州市。髪が半端です。大谷選手の育った町に素晴らしいお店があります。はい、激渋のこの外観からは想像もできない美味しい焼肉がいただけるとです。おそらく大谷選手のお父さんは食べたことがあるであろうこの大人気焼肉店。翔平くんは食べてないのかな。大谷一家が食べたかどうかはわからないけれど、今や全国的焼肉ファンの憧れになってるみたいですね、ここ。そんなに？そこそこの値段してるんですけど、上カルビ2300円とかカルビ1600円とかね、だけどとびっきりの前沢牛が出てくるんですね。美味しくってびっくりした。特に塩セット、ハツとタンのセットなんだけど600円よ。びっくりするぐらい美味しい牛タンでね。びっくりした。人生で一番うまい牛タンだった。その後仙台で牛タン食べてあれなったもんね。そうなの。カルビもさ、もみだれが甘いんだけど門前わさびを自分ですって乗っけて食べるってのがバランスが取れてめっちゃんこ美味しかった。この辺のタレってこういう味噌甘だれなのかな。東北の焼肉はここでしか食べたことないから分からんけど、門前わさびのせの焼肉最高でした。でも最近のレビュー見てると皆さんわさび乗っけてないんだよね。そうなの？それは甘すぎるんでないかしら。ねえ、飛びたければぜひともわさびで食べたい。飛ぶぞ。和牛なんでね、どんなことしても美味しいんだけど。そして塩セットはメニューから消えてるんだよ。ショック。ねえ、くそ。欧州は美味しい焼肉の欧州でした。15. Yokohama Soki. 横浜港南区にある横浜ナンバーワンのとんかつソーキさん。住宅街の狭い道を抜けていかねばたどり着けません。なかなかハードルの高いお店みたいなんだけど、運よく並ばずに入れた奇跡。タイミング良かったわ。日頃の行いってやつだね。グリーン入った後お客さんずらー並んでたもんね。そう。入れないときは整理券を渡されて、何時までにお戻りくださいってシステム。ずっと並んでなくていいのは嬉しいね。みんなそうしてくれりゃいいのにな。ねえ、お店のこだわり、早期の三立てと言われる切りたて、揚げたて、炊きたてってのがすんごい。ご飯まで炊きたてってのはすごいね。はい。一人一釜っていうの、釜飯屋さんみたいになってんの。すっげえ。タイミング合わせるの難しそうだね。でもそうなの。ご飯、カツの揚げ時間、すべて計算されまくりスティなのです。ミステリーの女王。アガサできたか。お肉はやっぱり林 SPF ポークを使用。やっぱり来ました。林 SPF。たどり着くのはそこなんだね。そうなの。ちなみに SPF ポークの SPF とは
スペシフィックパソゲンフリーの略で、 Specific pathogen 特 free. 定病原体不在という意味。徹底した衛生管理のもと自然環境下でストレスなく育てられた豚さんなんだそう。よく無菌豚なんて言葉を耳にするけど、豚は自然の中で育つため無菌はありえないそうだ。だからレア食いはダメ。無菌豚って時々聞くけど、あれは何なん？あれは一部のマスコミが SPF と無菌を混同して報道したために誤解が生じたそうなんだよ。マジで？またマスゴミの仕業か。でもやっぱ林 SPS っぽくなのね。ああ、そうだね。国内のうまいとんかつ屋さんはかなりの確率で林 SPF でさね。名店が選ぶ豚さんは林 SPF ってことなんだね。ちなみに林 SPF ってのは千葉県で40年以上安心安全と至極の美味しさを追求し続ける SPF 養豚のパイオニア的存在なんです。千葉なんだ。千葉なんだね。とんかつなのに白い衣に包まれているのは低温でじっくり揚げている証。このピンク色のお肉綺麗でしょ。うまそう。そうなの。永遠に食べ続けたかったわ。フォーエバーフォーエバー。とんかつもだけどご飯もね美味しいよね。だけどね、今こんな値段じゃ食べられないのよ。まあ何でも値上がりしてるからね、今はね。ランチロースは2300円。しかも限定5食。上がったね。16. Makali. Makalina. 1997年創業、札幌の老舗フレンチモリエールの系列店ね。2008年に行われた洞爺湖サミットの際、世界各国のファーストレジーたちがマッカリーナといったことからマッカリーナと名付けられたんだそう。そんなわけないよね。1997年からマッカリーナはあって、サミットは2008年だったんだから。しかもなんで日本語で言うんだよ。あれそうだっけ？まあ、どっちにしろマッカリーナが由来のマッカリーナ。文字そうなんだ。まさかのダジャレネームがフレンチ界にもあったなんてね。ね、オーナーの中道シェフはいい料理にはいいお水が必要ということでマッカリに水を汲みに訪れたことがきっかけで野菜なども仕入れるようになり、そこからマッカリに小さくてもいいから美味しいフレンチができたらいいなと夢を描くようになったんだそうですよ。そういうプロセスがあったんだ。はい、やがてこの夢に賛同する人たちが集まり、当時のマッカリ村長も村おこしを考えていたことから誕生したのがマッカリーナなんだそう。完全村おこし主導のレストランなのかと思ってた。素晴らしいプロジェクトだったんですね。ねえ、フレンチレストランってさ、なんか肩肘張るイメージあるけど、モリエールさん系列はいい意味で気取らない、肩肘張らないのが好きなんだよね。そうだね。カッチンコッチンなのは水風呂だけで十分。お料理は地元の食材を使ってるからどれも新鮮で彩りも綺麗、見て楽しい、食べて感動しちゃうよね。前菜の数の多さにびっくり。もう見とれすぎて説明 2,3 個しか聞いてなかった。こちらホニャララのホニャララでございます。こちらホニャララのホニャララですっていうのは全然頭に入らんよね。ただトマトの甘さだけは鮮明に覚えてる。うまかったねえ、すごい甘かった。あとブロッコリーと人生で一番向き合った瞬間。これモリエールさん系列あるあるのやつね。どれも味は間違いないです。やっぱりいいなマッカリーナ。あらあら。そしてパンがこれまた感動の美味しさ。そうなんだ。同じマッカリにある道内屈指の名ブランジェリージンさんのパンがサービスされるんだよね。一粒で二度美味しいとはこのことだ。素晴らしいオーベルジュがマッカリにございます。2食付きの宿泊は31,100円から。都会の方におすすめの北海道満喫オーベルジュね。だ。Jakaino Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai Sapporo Chuka Teishoku des Otonoshimini. See you soon.
せっかくグルメで紹介されたお店が気になって昔よく食べに行ったんだけど、せっかくグルメががっかりグルメになったっていうこともよくあって、ただその大当たりもあるよね、せっかくグルメでもあったね。だからその情報を、まあテレビが言うことと一緒で、鵜呑みにするんではなく自分でこう見極めるというか。そうね。まあでも本当行ってみないとね分かんないからね。楽しみなんだよね。そのタモさんがうまいと、日本一うまいって言ったうなぎもの食べる前はさ、どんなんだのかなってすごい楽しみでさ行って、本当に美味しいわこれはっていうのもあれば、サッシーが世界一うまいピーマンってテレビで言ってて、もうそういうのを聞くと食べたくてしょうがなくてすぐ行っちゃうんだよね。おじさん結構ミーハーなんですよ。いや本当にうまいわこのビーフで確認ができたら満足っていうね。それでもう世界の王さんも認める中華だったね。その真逆もあって、福山雅治が愛したちゃんぽんっつってね。いやあれ本当に食ったかね福山と思うんで。まあそれ定かではないけれども、ショックだったあれ。まあ匂い。飯旅三大がっかりグルメ、はい、今のところダントツで長崎。ナンバー2はね、前も話したエビラーメンの店。アントニーが。はい、それも同じ。もう、無理。どんなに頑張っても。もう名前も忘れちゃったね。福岡も一軒ラーメン。だから、でさ福岡何軒かあるさ。あるね。飲み屋街も、結構しかも人気のある。めっちゃ激チャリして行ったのに。飲んだ後の締めでそう食った中洲のね。中洲の呼び込みの兄ちゃんがさ臭くないって言うから。そして店の前に行った瞬間っつって食ったら意外と大丈夫なのかもよっつって食ってみたけどね、無理だった。はい、あとさすっごい楽しみにしてたじゃんか。おいちゃん焼きやってる店が少なくてさ、で結構名古屋の焼きが好きでさ、でそれも10年ぐらい食べたいと思ってたやつ、やっとこの間去年食べてチーンなってこれもうどうやって使うのか分かんないけどね、絶対使えないの特定されちゃう。そうだよ、数少ないっていうか、そこしかないからね。難しいですな。でもこれは食べてみなきゃ分かんないし、逆バージョンね、いやネギラーメンってなんぼ美味しいって言われてもさ、美味しいイメージが湧かないじゃない、でもグリーンそんなにしかもネギ好きじゃないしね、したら食べたらびっくり、あら美味しいことってね、こんなハマると。だそういうのがいろいろあるんでね、なんかねそういうのを見つけられるチャンネルであればいいなと思います。我々の動画がきっかけで皆さんがちょっとでもこう、旅に出ようっていう、食べたい、行ってみたいって出かけるきっかけになったらいいななんて思っております。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も食べまくりますよ。はい、もう太ってますだって美味しいんだもん。美味しいんだもん。いや11時オープンの店でできるだけオープン直後に昼ご飯食べるでしょ、で夜